2年前のゴールデンウィーク、自軍からの文法軍が集合場に集まり、八友さんに協力してもらって強制捕獲。私は誇らしげに巣箱を設置場所に運びました。これで群れが増えたってちょっとガッツポーズしてたんですよ。翌日の昼前、巣箱から壮大にミツバチが逃げ出しています。私は唖然と見送っていました。ところがなんとラッキーなことに10メートル先に置いてあった待ち箱に放給も作らないでダイレクトインのお引っ越し。最初からその待ち箱を狙っていたに違いありません。実はこれ、強制捕獲をやる人の多くが一度は経験する失敗なんです。網で捕まえるところまではうまくいっても定着させられず投去される。原因はいくつかありますが、知っていれば防げる失敗が多いです。今回の動画では私自身の失敗体験も踏まえて、ニホンミツバチの強制捕獲を準備から定着までフルセットでお話しします。必要な道具、網を使った捕獲手順、文法集合板を使った楽な捕獲法、そして何より逃げられないための7つのコツをご紹介します。最後までご覧いただけると、強制捕獲で1軍、2軍と確実に飼育群を増やせるようになっているはずです。それでは早速やっていきましょう。こんにちは、KI です。いつもご視聴ありがとうございます。今日のテーマは強制捕獲。これはすでに飼育群を持っている方が自分の群れから出た分蜂を確実に手元に残すための技術です。今回の流れはこちらです。1、強制捕獲って何？自然入居と何が違う？ 2、必要な道具一式。3、網を使った捕獲の全手順。4、分蜂集合板を使った楽な方法。5、女王蜂の確認。6、投去させないための7つのコツ。7、私の失敗体験と教訓。本動画ではチャプターを設定してありますので、必要なところから見ていただけます。まず最初に、強制捕獲ってそもそも何なのか整理しておきましょう。ニホンミツバチを捕獲する方法は大きく分けて2つあります。1つ目が自然入居。空の待ち箱を設置しておいて、分蜂群が自分の意思でここに住もうと決めて引っ越ししてくるのを待つ方法です。多くの方がこちらから始めるはずです。2つ目が強制捕獲。分蜂で巣を飛び出した群れが木の幹などに作る蜂球、ブドウの房みたいに固まった状態ですね。これを人間が網などを使って捕まえて、新しい巣箱に強制的に収容する方法です。両者の違いを比較表で整理してみました。自然入居は設置さえしておけば、あとは待つだけなので時間的余裕があります。蜂への負担も最小、定着率も高い。ただし入居率はあまり高くない。これがネックです。一方の強制捕獲は、飼育群から出た分蜂を確実に手元に残せるという大きな強みがあります。ただ捕獲技術が必要で、定着率は自然入居より落ちます。それから蜂球を発見したらすぐに動かないといけないので、時間的拘束は強い。ここがポイントなんですが、ニホンミツバチ飼育って最初の一群を捕まえるのが一番大変なんです。でも一旦飼育群を持ったら、強制捕獲で群れ数を増やしていくのは比較的容易だと言われています。ですから初心者の方も、いずれ強制捕獲をマスターするんだと思って今日の話を押さえておいていただけると良いかと思います。強制捕獲が有効になるシーンは主に3つあります。1つ目、自宅敷地内の分蜂を逃がしたくないとき。春に自分が飼育している群れから分蜂が出ると、元の巣から10メートル以内に蜂球を作ることが多いです。そのまま自然に任せて
近くに設置したマチ箱に自然入居するのを待つ方法もありますが、せっかく自分の敷地で分蜂したのに別の場所へ飛び去ってしまうこともあります。目の前でどこかに行ってしまうのを見送るのはあまりにもったいないですよね。集合板やマチ箱、強制捕獲の準備をしておけば群れ数の増加につなげられます。2つ目、知人や近隣から蜂が集まっていると連絡が来たとき、両方やっているとこれ意外とあります。庭木に蜂が固まってる、なんとかしてくれって。家の軒下や庭木に蜂球ができていて、住人がびっくりというパターンですね。こういう時、すぐに駆けつけて捕獲できると群れ数を増やすチャンスとなります。3つ目、分蜂シーズンに積極的に群れ数を増やしたいとき、健康な飼育群は1シーズンに3回、4回と分蜂することがあります。これを全部捕獲できれば、1群が4群、5群に一気に増える計算です。今年は群れ数を増やすぞという年には、強制捕獲は最も効率的な手段になります。それでは必要な道具を順番に紹介していきます。まず捕獲網、これが主役です。市販の昆虫採集用の網でも代用は考えられますが、深さが足りないと蜂球が中で潰れたり、口からこぼれたりしがちです。私が使っているのは野菜収穫用のネットに被覆針金を通して網にしたもの。縦が長いので蜂球を確実に収納できて、女王が中に入ってしまえばまず逃げられない。ただし網が長い分、上に巣箱を乗せるときに長めの台が必要になります。長い捕獲網の欠点ではありますが、台さえ用意しておけば問題ありません。それからザイアの研究者の久志藤夫先生は、針金ハンガーを丸く広げて、ビニール袋をガムテープで取り付けた即席の網を竹竿に固定して使う方法を紹介されています。緊急の時は手元にあるものでも何とかできるのもニホンミツバチ養蜂の楽しいところですね。次に安全装置、防護服と手袋。分蜂群はお腹いっぱいに蜜を持っているので、攻撃性は普段より低いと言われています。素手で作業する方もいますが、必ず防護服と手袋を着用することをお勧めします。慌てて作業するとミツバチを潰してしまって、その匂いで仲間が攻撃的になることがあるんです。本格的なものでなくても入門用の養蜂着セットを1着用意しておくと安心です。3つ目、受け入れ巣箱。これは事前にしっかり準備しておきましょう。基本は重箱式で、蓋とすのこ付きの最上段、2段目、巣門、底板を組み合わせたもの。重箱式巣箱の作り方は養蜂ガイドナンバー3とブログ記事で詳しく解説していますので、概要欄のリンクから合わせてご覧ください。最後に補助道具。意外と忘れがちですが、これがあると作業がぐっと楽になります。脚立、高い位置の蜂球用。家庭用の四つ足は地面が平らじゃないと安定しないので、農作業で使う三脚がおすすめ。オールアルミ製なら屋外に置いても錆びません。針金、網の口を素早く閉じるために。6から7ミリくらいの板。巣箱の下に挟んで巣門を確保するのに便利。台、網を設置して上に巣箱を乗せます。網と同じくらいの高さがあるものを。ここまでが基本セットです。ここからは網を使った捕獲の手順をステップごとに見ていきましょう。ステップ1、分蜂を見逃さない。春になってお住まいの地域の分蜂時期が近づいたら、自分から分蜂が起きないか注意します。雄鉢の蓋が落ちてから10日から20日くらいで第一分蜂が起きると言われています。底板に丸い蓋が落ち始めたらもう秒読みです。分蜂が起きやすいのは晴れた風のない暖かい日の午前中、だいたい10時から11時半くらい。ただ曇りの日や稀に雨の日でも分蜂は起きますし、午後や夕方ということもあります。
テップ2、放球の場所を見定める。分蜂が始まったら群れがどこに放球を作るかをよく観察します。放球の場所がだいたい分かったらすぐ下で作業できるように受け入れ巣箱、捕獲網、できれば2つ、針金を準備します。高い場所なら脚立も。放球が落ち着くまでに防護服を着ます。ステップ3、捕獲のタイミングを見極める。ここが一番大事なところです。放球の表面が落ち着いて広がっていた形が釣り鐘型に変わる。これが取り込みのベストタイミングです。放球の形が整うまでは無理に触らない。ただし落ち着いてから30分以上放置すると新しい巣を探しに探索蜂が次々と飛び立っていきます。落ち着いてから10から20分以内を目安に取り込むと良いでしょう。それからざわついている放球は要注意。これもう新しい行き先が決まりかけているサインで数分以内に飛んでいってしまうことがあります。私はこれで一度大失敗しています。ステップ4、網ですくい上げて巣箱へ誘導。放球が落ち着いたら網を放球の下から優しく上にすくい上げる。放球が網に落ち込んだら素早く針金で口を縛ります。そして針金で口を絞ったまま台に設置して上から巣箱を乗せ針金を外して口を開ける。ミツバチは上に登っていく習性がありますので下の網にいるミツバチは自然と上の巣箱に移動していきます。ステップ5、巣箱への収納と扇風行動の確認。ほとんどのミツバチが巣箱に入ったら底板の上に置いて6から7ミリの板を挟んで巣紋の隙間を作ります。そして次は女王蜂入居の確認サインをチェックします。女王が中に入っていれば巣紋付近で扇風行動が始まります。働き蜂がお尻を上げて羽を仰ぐ動作。これは集合ホルモンを放出して仲間を呼んでいるサインなんです。逆にミツバチが出てきて元の場所に戻って放球を作り直してしまう場合は女王を取り損ねています。元の場所の放球の中に女王がいるはずなのでもう一度同じ手順で取り込みます。ステップ6、飼育場所への移設。捕獲当日限定。夕方から夜になってミツバチが全部巣箱に戻ってきたら実際に飼育する場所に移動させます。ここで重要なのが捕獲当日の夜ならミツバチはまだ位置を覚えていないので好きな場所に移設できるということ。翌日以降は数メートル動かしただけでも迷い蜂が出てしまいます。捕獲当日の夜が移設の最初にして最後のチャンスです。さて、ここから私が一番おすすめしたい分蜂集合板の説明です。分蜂集合板というのは分蜂群が集まりやすいように作った板で飼育中の巣箱の周囲に設置しておくものです。ニホンミツバチは樹木の太い幹や枝の付け根のような場所に放球を作る習性があって毎年同じ場所に集まることも珍しくありません。集合板はこの習性を逆手にとって集まりやすい形状の板を捕獲しやすい位置に置いておくという発想です。最大のメリットは作業位置が低くて捕獲しやすいこと。脚立を使わずに済むので安全です。デメリットらしいデメリットはあまりありません。ただし周囲に高い木のある環境では別の場所に集まってしまうこともあるので必ずしも 100% ではないです。それでも設置していれば確率が上がるのは確かなので飼育群がある方には強くお勧めします。集合板は自作も簡単でニホンミツバチの養蜂家の方々はいろいろな工夫をされています。私が作ったのはコンパネ板を 30cm×30cm に切って表面に寒冷車、農業用の遮光ネットですねを貼り付けただけのシンプルなもの。これを近くの木にぶら下げておいたところ高確率でそこに放球を作ってくれました。45cm 平方が目安という解説もありますが 30cm 平方でも十分機能しました。ミツバチが捕まりやすい凹凸のある黒い面が目立ちやすい場所にあることの方が重要なのかもしれません。金網を張ったり木の皮を張ったりされている方もいらっしゃいますが
寒冷車は安価で手に入るし、足を引っ掛けるのにちょうどいい目の細かさでおすすめの素材です。集合板の設置で一番大事なのは元の巣箱から10メートル以内に置くこと。これより遠いと効果がガクッと下がります。設置角度は水平より少し傾ける。砲球がぶら下がる形になるよう板の仮面に集まれる構造にします。高さは捕獲作業のしやすさを考えて2メートル前後。高すぎると脚立が必要になりますからね。設置時期は分蜂シーズン前、遅くても分蜂開始の 1,2 週間前までには済ませておきたいです。分蜂は開始から1ヶ月に 7,8 割が集中するので、設置が遅れると致命的です。分蜂板は冬の間に作っておきましょう。集合板に砲球ができた後、巣箱に収容する方法は3つあります。1つ目、網で捕獲する。これは先ほど説明した網での捕獲と同じ手順です。2つ目、ハケで巣箱に落とし込む。集合板の真下に巣箱を置いて、ハケで砲球を一気に落とし込む方法です。砲球を少し乱暴に扱うので、その後の投去がやや心配ですが、YouTube では信春草野さんの動画を見ると特に問題なく定着しているようです。3つ目、これが私が今年挑戦したい方法、分蜂集合ボックスを使う方法です。通常の集合板の下に巣箱を取り付けて砲球をその中に作らせる方法です。この動画では分蜂集合ボックスと呼びますね。ニホンミツバチの分蜂群はほとんどの場合巣箱一段に収まる大きさなので、ここに直接砲球を作ってもらえればそのまま労せず捕獲できるというアイディアです。ただしボックスの天井は寒冷車などになっているので、そのまま飼育用にはできません。逆さにした2段の巣箱の上にスライドして重ねてひっくり返すという手順を踏みます。衝撃が最小限で済むのが大きなメリット。今年試してみてうまくいったらまた動画にします。捕獲したら次に大事なのが、捕まえた群れが第一分蜂か第二分蜂以降かを見極めることです。これが分かっているとその後の管理の参考になります。第一分蜂で出てくるのは元巣にいた旧女王蜂。すでに交尾済みで産卵経験もあります。一方、第二分蜂以降で出てくるのは新しく羽化した長女や次女といった娘たちの蜂。これから交尾飛行に出かける必要があります。自分の飼育群からの分蜂ならよく観察していれば何番目の分蜂か分かりますが、自然から飛んできた群れの場合は完全な見分け方はありません。手がかりは時期、シーズン序盤、地域の分蜂開始から最初の数日から1週間は第一分蜂が多い。群れの規模、第一分蜂は大きく、第二分蜂以降は小さくなる傾向。これらを総合判断します。第一分蜂は初心者向きです。すでに交尾済みなので、捕獲後すぐに営巣産卵が始まり、1、2週間で巣板が目に見えて伸びてきます。ただし女王の寿命は3から4年と言われていますので、3、4年目の母親女王の場合は産卵が少なかったり、最悪寿命を迎えてしまうリスクがあります。一方、娘の女王群はちょっとリスクがあります。娘の女王は羽化後、分蜂後ではなく羽化後です。羽化後の1から2週間で交尾飛行に出ます。雄蜂集合場所、英語で DCA、ドローンコングリゲーションエリアと呼ばれる場所で10から15匹程度の雄蜂と交尾して巣箱に戻ってきます。この飛行中に鳥に襲われたり悪天候で戻れなかったりすると、群れは女王を失って無王群になります。無王群になると働き蜂が産卵を始めて雄蜂ばかりが生まれるようになって、群れは徐々に消滅していきます。この状態からの復活はニホンミツバチでは非常に難しいです。ですから娘女王の群れを捕獲した場合は定着確認までしばらくは様子見、花粉の搬入が安定して見られるようになれば産卵が始まった証拠です。本当に喜べるのはそのタイミングとなります。さあ、ここからがこの動画で一番大事なパートです。
冒頭でお話しした私が翌日に逃げられた経験、強制捕獲は捕まえてからが本番なんです。盗挙防止の7つの実践策をご紹介します。1、設置場所を厳選する。定着しやすい場所には共通点があります。前方が開けていて飛び立つ障害物がない。斜面の上で水門から土地を見下ろすような場所。大きな木の根元などランドマークになるものがある。夏は日陰になり、冬は日が入る落葉樹の下。人や動物が頻繁に通らない静かな場所。これらは自然入居を狙う町箱の置き場所と同じですので、別動画の養蜂ガイドナンバー4を参考にしてください。2、古い巣箱と蜜蝋を使う。新品の巣箱は木の匂いを嫌われます。雨ざらしした巣箱を使い、巣の子にニホンミツバチの蜜蝋を薄く塗っておきましょう。巣箱の作り方は別動画の養蜂ガイドナンバー3を参考にしてください。3、2km 以上の移動で記憶をリセット。分蜂群はもともと元の巣からできるだけ離れた新天地で生活を始めたいという本能を持っています。さらに高級になっていた間に、もしかしたら分蜂前から探索蜂たちは周辺を飛び回って別の有望な空洞を引っ越し先の候補地として記憶しています。元の捕獲場所のすぐ近くに置いたままだと、群れは押し込まれた巣箱を仮の宿としか見なさず、数日以内には元の巣から離れる方向、あるいは探索蜂が見つけていた別候補地へと飛び去ってしまうリスクがあります。ニホンミツバチの行動半径はおよそ 2km と言われています。直線で 2km 以上離せば、探索蜂が覚えていた候補地が射程外になり、元の巣からも引き剥がされた状態になります。群れはここで一から始めるしかないと、新しい巣箱を本拠地として受け入れやすくなります。移設は捕獲当日の夜に行いましょう。働き蜂が戻ってきてすべて巣箱内にまとまっているため、取りこぼしがありません。また、まだ巣もほとんど作っていないので、巣落ちのリスクがありません。そしてもう一つ大事なのが、翌日になって巣箱を置いた位置をミツバチが把握して盗挙を企てる前に移設するということです。強制捕獲した日の夜のうちに移設してしまえば、群れは全く知らない新天地に来たと理解して場所の記憶を新たに組み立ててくれます。4、ハチマイッターを使う。ハチマイッターという盗挙防止装置を使う方法もあります。信州日本ミツバチの会が考案した女王蜂盗挙防止器で、正規品は信州日本ミツバチ研究所から購入できます。ハチマイッターは巣門に取り付ける器具で、働き蜂は出入りできるが、体の大きい女王蜂は出られない大きさのスリットが使われています。女王蜂が出られないイコール群れが逃げられないという仕組みです。ただし使い方に注意が必要です。第一分蜂、母親女王には比較的シンプルに使えます。装着期間は4から11日が目安。娘女王群は要注意です。交尾飛行を妨げると無王群になってしまうリスクがあります。交尾飛行に迎えるように午後に数時間取り外す必要があるとのことで、使用難易度が上がります。私としては娘女王群への装着は慎重にして、第一分蜂群でどうしても定着させたいときに7日以内で使うのがバランスの良い使い方かなと思います。5、暗所保管で記憶を上書きする。捕獲後、網ごと 2,3 日暗所に置いておくと、ミツバチが狙っていた次の引っ越し先の記憶を忘れる効果があると言われています。換気を忘れずに地下室みたいな暗いところで保管。ただしこれも娘女王群には使いにくい。交尾飛行ができなくなるからですね。第一分蜂群限定の選択肢と考えてください。私自身はまだ試していないので、良い機会があれば試してみたいと思います。6、衝撃を最小限にする取り込み法を選ぶ。これは久志藤夫先生が著書で書かれていることなんですが、衝撃を最小限にする取り込み法ほどその後の群れが温和になり、定着率も上がる傾向があるそうです。
網で捕獲する際にはミツバチを潰したりしないように素早く丁寧に取り込みましょう。また先ほどご紹介した分蜂集合ボックスで蜂球ごと取り込む方法は衝撃が最小なのでうまくいけば理想的ですね。7. 強制捕獲後はそっと観察する。捕獲翌日からの観察ポイントです。良いサイン。朝の活動開始時間に他の群れと同じくらいのタイミングで出入りが始まる。花粉を後ろ足につけて運び込む蜂が見られる。昼過ぎに巣門前で時騒ぎ、記憶飛行をしている。当居のサイン。朝になっても出入りがほとんどない。外勤蜂が活動しない。巣箱内が異様に静か。ただし頻繁に覗き込まないことが大事です。気になってもぐっと我慢ですね。最後に私自身の失敗体験を2つ共有させてください。同じ失敗を皆さんがしないように。失敗1、翌日引っ越し事件。冒頭でお話しした通り、強制捕獲した群れが翌日に10メートル離れた町箱に引っ越ししました。これ後から考えると分蜂群は飛び出した時点ですでに探索蜂が次の引っ越し先を見つけていたんですね。私が無理やり別の巣箱に入れてもここじゃない、あっちに行くと意思は変わらなかった。教訓は設置場所をしっかり選ぶことですが、必要なら 2km 以上移動させることも検討してみてください。失敗に蜂球がざわついて飛び立った事件。これは本当に悔しかった。集合板に蜂球ができているのを発見して捕獲の準備を始めたんですよ。ところが蜂球の表面がざわついていたんです。準備を整えている間に群れが一斉に飛び立っていきました。後から振り返ると蜂球を見た時点ですでに新しい行き先が決まりかけていた。表面のざわつきイコールもう飛び立つ寸前のサインだったんです。教訓はいつでも捕獲できるように網と巣箱はすぐ取り出せる位置に置いておくこと。分蜂シーズン中は車に道具を積んでおく、玄関に出しておくくらいの準備が功を奏します。それではまとめです。強制捕獲を成功させる5つのポイントをまとめます。1、準備は冬のうちに行う。巣箱、網、集合板、防護服を分蜂開始の 1,2 週間前までに揃える。2、集合板を活用する。飼育群がある方は10メートル以内に何枚か設置。蜂球を作ってくれれば捕獲難易度が劇的に下がります。3、蜂球の状態を見極める。落ち着いてから取り込む。ただし表面がざわついているのは飛び立つ寸前です。4、女王蜂が入ったかどうかを見極める。旋風行動と蜂が巣箱に入っていくかどうかで判断。取り損ねたら再捕獲。5、当居防止策を実施する。強制捕獲は自然入居より逃げられやすいことを前提に当居防止策を試してみてください。強制捕獲のやり方や当居防止については養蜂家さんごとにいろいろな考え方や工夫があると思います。私もまだまだ勉強中ですので、この方法がうまくいった、これは効果が薄かった、他にもこんな方法があるよといったご意見があればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの経験も含めてこれから強制捕獲に挑戦する方の参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは定年後に夢中になれる趣味を探そうをテーマにニホンミツバチの飼育や果樹栽培などをご紹介していきます。この解説動画が少しでも参考になったら動画制作の励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントもお気軽にお願いします。すべて返信しています。次回の動画こそはニホンミツバチがめでたく入居した後の初期対応についてご説明しようかと考えています。ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。